これがちょっと一回掘ってもらおうかなということで、叩きの実。この木自体もその樹齢何百年の木をまっすぐ切り出してるんですけども、これだけでもう歴史があるものなので、ちょっと最初に本当にこの木と対話するというか、よろしくお願いしますというところから始まるんですけれども、これがこの中に入っていることをちょっとイメージしながら作っていくっていう感じなんですが、ちょっと輪郭線と上から見た図、横から見た図っていうのを書き込んだ状態で、最初ノコギリも使っていくんですけど、大きくブロックを取っていきまして、これちょっと半々になって、こっちがその次の工程になるんですけども、月の実、叩きの実使って直線で落としていくっていう感じですかね。でその後にこの落とした筋が見えてると思うんですけど、これも叩きの実でだいたいこの辺はこういう感じで落としていくんですけども、だんだん形にそれが進んでいくとこんな感じになっていくわけですね。で最終的に目鼻口が開いて、で裏側をきれいにして紐穴を開けて完成という感じなんですけど、彫りの段階はお父さんも同じ職業をされてる？父が師匠に、能楽師と能面師と両方やってまして、なので自分で打った表をつけてステージに出るという、なんか両方やってるのが師匠ですね。そういう風な方は結構いらっしゃるんですか？両方やってる方。それをプロでやってるのは唯一っていうふうに聞いてますね。変な人です。これがちょっと一回掘ってもらおうかなということで、叩きの実。一気にいきますね。一気にいきましたね。ちまちまやってるとものすごく時間がかかるので、もう裏側はこれだけいらないというのが決まっているというか、はっきりしているので、大胆ですね。そうですね、割とまっすぐなので木の芽が簡単に、こんなにはでもこれ横から見てたらね、そんないっちゃうんですか？うわわわわわわ。すごっ。うわいやー、これでもほんま怖いわ。すごい、だって彫刻刀がね師匠、これ怪我とかしたことはあります。明け方にすごい血まみれになって怖いっていうのがありました。口が開いている能面をこういうふうに裏側をやってまして、ここの隙間に刀がズバッてあって、でここ内側に刺さってっていうのがあります。怖い怖い。ちょうど獅子をやってる時でしたけども、この獅子の口には血がついてるってこと？そうですね。そうですね。この辺についてるかもしれない。そんなん聞くとまたこうリアルな感じにねそうですね。獅子の迫力が増しますね。じゃあ今みたいにこう荒く立ってやっていって、これぐらいになってくると、先ほどの最終的にこの後サンドペーパーで凹凸をほとんどなくすツルツルにするんですけども、それのできるだけいらないように刀でもツルツルにする作業をで、裏側を取る。この裏側のね取るというのも、その薄さがこれぐらいに決まってるとか、なんか基準があるんですか？そうですね、ある程度はあるんですけども、この辺りとかちょっと触っていただいていいですか？1センチもないぐらいですか？そうですね、やっぱり分厚いと声の響きが悪かったりとかっていうのもあるので、そうか。ある意味楽器の役割も果たしているというような。でもこれでできたっていう時のその完成のゴーサインも自分で出すんですよね。そうですね、こんなもんかじゃないですもんね。完成っていう、完成、そうですね。そこまで至らなってませんもんね。僕なんかやったらもうね、この辺でと思ってももう弱いから、弱い人間やから。わかる。いや、わかるって。それをフォロー求めたんやで、そんなことないよって。水上チャンネルもちょっとね、手抜いてるもんね。それは君やな。だいぶ字幕減ってると最近。
字幕はね減らしてるんですよ、あえて。あ、なるほどあえてあえね。て、これからはねライブビューイングなんで、なんて微妙やったぞ今。ライブビュ微妙やったぞ。ーライブビューイングだから無視して掘ってる。ほんまやほんまや。ご視聴ありがとうございました。次のおすすめ動画はこちら。チャンネル登録もよろしくお願いします。チャンネル登録スイッチオン。